アメリカ・アラスカ州。ここプリンスウィリアム湾は世界最大の氷河、コロンビア大氷河が注ぎ込む厳しくも美しい海です。この海が守り育んだ可愛らしい動物がいます。それがこのぬいぐるみのようなラッコ。実はプリンスウィリアム湾は数多くのラッコが暮らす世界でも有数のラッコの楽園なんです。その愛くるしい姿を間近で観察するため、取材班はシーカヤックにカメラを積み接近を試みます。ラッコたちはのんびりくつろぐ自然の姿を見せてくれました。そんな時です。突然群れの近くで大きな水しぶきが上がりました。喧嘩でしょうか。カメラは水族館で見られない知られざるラッコの姿を収めました。突然大きな水しぶきが。2頭のラッコが激しく取っ組み合っているように見えます。実はこれは大変貴重なラッコの愛の儀式なんです。普段オスとメスは別々の群れで暮らしていますが、恋の季節になるとオスがメスの群れに近づいてきます。そしてお目当ての1頭を誘い出し、およそ1週間2頭だけで過ごします。その間2時間程度の交尾を何度も繰り返し、新しい命を宿すのです。それにしても痛そう。オスがメスの体を抱え込み、メスの体を反らせるために鼻をかむのです。時にはあまりの激しさにメスが溺れて死んでしまうこともあるといいます。種をつなぐことはいつも命がけなんです。ラッコが暮らすボルカインレットと呼ばれる入り江は遠浅で、干潮の時にはほとんどが干上がってしまいます。ここにはサメやシャチといった海の捕食者はなかなか入り込めません。浅瀬に取り残されるのを恐れて深入りはしてこないのです。一方陸からはクマがラッコを狙います。しかし彼らも満潮の時、海に取り残される危険を冒そうとはしません。実はこの遠浅の海だからこそ見ることができるラッコの姿があるといいます。マークさんが面白いものを見せてあげようと、潮が引いた干潟へ案内してくれました。横たわっているのはラッコ？なんとも気持ちよさそうに寝そべっています。ほら、潮が引いたから海から上がって休んでいます。同じアメリカのカリフォルニア州のラッコだと、ジャイアントケルプという昆布を体に巻いて流されないようにして休むんですが、ここでは干潟がケルプの代わりをしているんです。干潟に上がってくつろぐラッコ。外敵のいない楽園ならではのお昼寝タイムです。ここオルカインレットでしか見ることのできない貴重な姿。数日後、嵐の気配のする海で取材班はさらに不思議な光景を目にしました。
大きな干潟に集まった黒い集団。荒れた海からラッコたちがどんどん上陸していたのです。強風と雨の到来を予感させる空。大きな干潟にはラッコたちが集まり身を寄せ合っていました。この干潟は時に避難所にもなるのです。強風にあおられ激しく波打つ海を逃れ、彼らはここで嵐が行き過ぎるのをじっと待っているのです。中には子供が波にさらわれないよう海から遠ざけるお母さんたちの姿が。このラッコは取材班の姿に興味津々。2本足で立って眺める若者です。めったにお目にかかれない走る姿も。次々と海の上とは違う動きをするラッコたち。干潟だからこそ見ることのできる貴重な姿です。しかし今このラッコの海に異変が起きているといいます。この海域ではカニやウニなどラッコの食料となる生き物の多くが激減してしまったのです。海底には生きた貝より食べかすの貝殻の方が目立ちます。このままでは3000頭と言われるラッコたちが生きていくことはできません。地球でラッコたちに残された最後の楽園、オルカインレットの海。取材班が目の当たりにしたのは、どこよりも生き生きと輝くラッコたちの姿でした。この楽園が地球から消えることなく、ラッコたちがいつまでも命をつないでいけるよう願うばかりです。